おい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 、危ね。 This road, it's an adventure! おー、なんですかこれは。 Curious about what's going on? We're about to ride these off-road Honda motorbikes at 1,000 kilometers across Colombia. The riding conditions will be 40% paved and 60% off-road. Spoiler alert, there's gonna be a lot of highs. うわー、超綺麗。いや楽しいこれ。 And a lot of lows. むちゃくちゃ混んでますって。わあ、雨が降ってきた。ヘッドライトが取れちゃった。 But one thing's for sure, it's gonna be an adventure. The Perfect Loop. Let me explain. The Perfect Loop is a 7-day tour organized by Colombia Moto Adventures across Colombia's famous coffee region. An authentic, off-the-beaten-path experience involving waxplant forests, volcanoes, hummingbirds, hot springs, isolated villages, and spectacular sceneries. Basically, you get to experience the best of Colombia on a motorbike if you only have a week. Today, we'll start the 1,000-kilometer-long journey from the city of Medellin. Good morning, guys. Today is a very special day because we're going on a motorcycle tour. やっとだぜ。行っちゃうよ。Buenos días. Buenos días. Buenos días. 今回俺らが参加するのはコロンビアンモトアドベンチャーっていう会社が運営しているツアーです。7日間のツアーでコロンビアのメデジンの周辺を全部回るっていうすごいコースでむちゃくちゃ楽しみです。 Oh, yeah. Nice to meet you. Hello, mucho gusto. Hello. How are you? How are you? Oh, nice to meet you. Really riding around here. My friends, you guys are gonna be doing something called the 7-day perfect loop. This little guy wants to come with us. Yeah, You want to come with us? quite a few people. You're gonna go see a lot of cool stuff. You can go to the wax palm forest. You'll go up to the Paramo, which is Colombia tundra above tree line, and really nice hot springs hotels, which are like 5-star resorts. They're super cool. Unpaved roads with potholes and stuff can be out there, but it's nothing extreme, nothing treacherous. It's nothing that you can't handle. No, we have people like 80 years old doing this trip, and they make it, and they don't have any trouble at all. こうやってバイクを間近に見るのむちゃくちゃ久しぶりです。皆さんここにあるバイク知ってますか？僕はちなみに 250cc の小さいバイクは結構知ってるんですが、大きいバイクは全然知らないんですよ。皆さん知ってますか？知ってる方は日本にもこのバイクあるよっていうのは教えてください。全部ホンダとかスズキ。 Try this, homie. Hi, that's your size. Oh, it's perfect. Is that you? Yeah. Yeah, you can lift that up, and it has integrated visor as well. The Japanese style. Japanese style. これにカバンを入れて、これで泥が来ても雨が降っても完璧ですよね、オリ。 Yes. こんなにワクワクするのむちゃくちゃ久しぶり。もうやばい。もう半年ぶりですからね、バイク乗るのは。さあいよいよ出発です。俺のバイクはオリは XRE300。俺のバイクは同じ XRE300。こんなにワクワクするのマジで久しぶり。やばい。これから1週間の旅、皆さん超楽しんでいきます。 So hop on, homies. Okay, thank you. おい
リスト。いやー、これは楽しいぜ。久しぶりのバイク、半年ぶりです皆さん。そしてこのデコボコの道すっごいねこれ。おーい、うわ軽いこのバイク。皆さんコロンビアでバイクどうですか？楽しみでしょ？こんなアドベンチャーないですよ。正直日本の道路っていうのはもうむちゃくちゃ綺麗ですからね。ただコロンビアはもうむちゃくちゃデコボコですから、どんな冒険が待ってるんでしょう。僕が乗るバイクを紹介します。 XRE300 ホンダのバイクです。僕は正直日本でこれが販売されてるのかどうか全く知りません。初めての 300cc です。僕も初めて。コロンビアは右側通行です。左側通行ではありません。おいおいおいよし、これはすごいね。バンプがすごいわ。やっぱ日本の道路と全然違いますよ皆さん。デコボコデコボコすっごい。見て、おい、うわ軽いわこのバイク。ものすごい軽い。クラウマンに比べて、クラウマン 250cc ですけど全然こっちのバイクの方が軽いです。そして運転もしやすいやこれ。パーフェクト、やー。おい見てこの穴。いやー、皆さん僕の動画を見ててくれてた人はご存知だと思いますが、僕らはですねバイクが大好きなんですよ。大好きすぎてたまらなくて、バイクのレストは自分たちでね、もうバイクをバラバラにして直して、それで日本を旅してました前で。その日本を旅してる最中に僕が怪我をしてしまって、バイク旅中断となってしまったのですが、それが去年の2022年の9月のことです。9月末、そこからバイクに一切乗ってません。そして今2023年、3月、6ヶ月ぶりですね、バイク乗ってます。しかも日本ではなく、このアドベンチャーあふれるこのコロンビアで。いやー、もうワクワクしかありません。見てくださいこの道路。見てくださいこの景色。これは日本にはないでしょこの景色。やばいよ。 Wow, this is amazing, really。 見てこの檻の勇姿、むちゃくちゃかっこいいです。 Wow, amazing。 見てください、オリちゃんです。目の前にいるのはオリさんですよ。いやー、もう本当に見てこの景色。そして馬、horses no horses cows いやー、俺似合うよこのバイク。さあ皆さん、今メデジンの外側のもう本当に田舎の方、山の上にいるんですが、やっぱり山の上っていうだけあってかなり景色がやばいです。皆さんも見てわかるように、これは本当に絶景です。これをまたバイクで行くっていうのが最高ですよね。バイクだと風を感じて、匂いを感じて、全て体でこの美しさ、このアドベンチャー感全てを感じれるので、もう皆さんもこれもう伝わってるかもしれないけど、むちゃくちゃ興奮してます。1日目です。たったまだ5分ぐらいしか経ってません。このツアーなんとガイドが2人もついてます。だからプロの、ガイドの方、バイクにも精通しててエンジニアでもあります。なのでバイクが故障しても全く問題ありません。当然保険なども全部入ってるし、ホテルなんかも料理なんかも全部ついてます。何も心配する必要はありません。そんなバイクツアーに今回参加してます。朝は雨が降ってましたが、雨も止んでよかったです。ちょっとまた山の方をどんどん今から登っていくので、また雨が降り出すかもしれないけど、大丈夫でしょう。しかし本当にこのバイクいいね。
さっき降りと話したけど、やっぱオフロードのバイク欲しいよねっていう話になって、いや俺らまあ 250cc のねオフロードバイク持ってるんですが、それでやっぱり旅したいなっていう気持ちが今かなり高くなってます。うわー、ホースイーおー、ちょっと村みたいなところに出てきましたね。小さいレストランがあったり家が増えてきましたね。しかしこれ結構道細いよね。これ対向車来たら結構ギリギリよ。コロンビアにはこれなんていうの、このバンプっていうんだっけ、これが結構あるんですよ。おお、多いね。ここなんてわお車1台しか通れないですよ。Thank you。 わお、これはもう泥がすげえな。ここおお、やばいねこれオーケーオーキドキ。今から行くのはソンソンっていう場所で、ちょっと前までゲリラがそこを支配してたんですよ。なので危なくて誰も行けない場所でした。でそこをコーヒー栽培してるコーヒーゾーンなんですが、今はゲリラがいなくなって、なんとそこに行けるようになったらしいです。いや楽しみですね。まだここに行ったことがある人って少ないんじゃないの、わかんないけど。で美味しいコーヒーが飲めるんじゃない。コロンビアといえばコーヒーですよ。楽しみ。To get there, we need to go across Medellin city, which, guys, I gotta tell you, driving a motorcycle in a city, it's quite a challenge here in Colombia. Bikes, they don't care about rules, they just go right, left, whatever they want to do, they do it. So this is gonna be interesting. コロンビアすごいバイク人口が多いイメージがある。なんかもう走ってるとバイクがすごいいっぱい走ってくるからね。こうやって見た結構こいつら危ねえんだよな。ひょい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 すり抜けてくるから、俺はね車をここで運転したいとは思わない。これは貧困層が住んでるところですね。昨日いた場所です。コロンビアの煽り方って日本のレベルじゃないんですよ。むちゃくちゃ近づいてくんの。もう本当にクラクションとかもすんごい鳴らしてくるし、むちゃくちゃ近くに寄ってくるから本当に怖いんだよね。その割にはあんまり事故は見ないっていう不思議な場所ですが、おい見た今の。慣れてる人にとってはもうへっちゃらなんだろうけど、今回のツーリングは2、4、6人でツーリングしてます。でこの人は DR、 鈴木の DR650、 これまたかっこいいバイクですねすげえかっこいいです。ほら、いやまさかのコロンビアでこんな車のすり抜けをやるとは。おーい、うわー、車多いしバイク多いし、すごいね。大渋滞ですよこれ。むちゃくちゃ混んでますって。コロンビアのレベルが違う。ほらもう自転車の方が速いもんThis is Colombian traffic, guys. And this is the way motorbikes get ahead. We're not driving on a lane, but we're driving in between the cars. Oh my god, this is crazy. Crazy but fun. It's all part of the experience. おい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 、危ねえ。みんなオラオラすぎるからこんな交通渋滞が起きるんだって。やばいこれ。おい、オリちゃん攻めるね。そこ無理じゃね。オリちゃんそこは無理だよ。マジいったこいつ。すごいな。やっと抜けた。おお、めちゃくちゃだぜ。
Wow, traffic here, it's crazy. I mean, if you don't have a motorbike, you can't move. It will take you hours, take you forever to get across the city. コロンビアスタイルかっこいいね。ああやってトラックに乗るんやね。コロンビアはこういった道路上の物売りがすごい多いです。ピカチュウいるやん。ピカチュウと絵文字の枕みたいなのがありますね。トンネルでかっ。むちゃくちゃ幅広いこのトンネル。何これでかっ。バイクショップ KLX の 50cc か、あれちっちゃいやつがありますね。こんなちっちゃいのあるんだね。バイクショップすっごい多い。向こう側にもあるし、ここにもあって、後ろも KTM とかあるね。いいね。もうバイク熱がむちゃくちゃ上がってます今。これだけ都心でこれだけ車がある中で、こんなにやっぱり緑がいっぱいあるっていうのは本当に魅力的ですよね。I think we're finally leaving the city, guys. At least there's not much traffic jam. It is crazy here in Colombia. I mean, I grew up here. I drove here for many years before moving to Japan. But I mean, after 5 years in Japan, driving across the city with traffic jam, it's crazy. メデジンの街の中心から離れて今どんどん山を登っていますが、気候が当然ちょっと変わってきましたね。雲が出てきて、ちょっとさっき晴れたんだけどまた雲が出てきて涼しくなってきた。もうここは超快適なライドができますよ。もう車も全然いないし、今60キロぐらいで走ってますが、いいね。すごいくねくね山を登っていきます今。We left the city behind, guys. Look at that down there. You would think Colombia is hot, but we're actually pretty high in the mountains, so it's pretty chilly today. It's drizzling a little bit, and we're gonna drive to pretty high places, so it's gonna get cold. わあ、雨が降ってきた。やっぱ山になると、山って結構気候が違うよね。変わっちゃうよね。Gracias. いや、もう2時間ぐらい走りましたがね、むちゃくちゃ楽しいです。こんなにやっぱりバイクってもう最高ですよ。だからやめられない。日本じゃなくてコロンビアでまたバイク再開できたことを本当に嬉しく思います。そして前の動画で南米縦断するよって言ったと思うんですが、その今予行演習をしてる気分です。いや楽しいこれ。We're gonna be riding for 40 more minutes before stopping for lunch. The sky is clearing up a little bit, still cloudy, but no more rain, guys. Here we go. I was talking to the guys a while back and I asked them if they have had Colombians doing this tour, you know, because these tours are mostly for foreigners coming to Colombia. And no, apparently I'm the first Colombian to be on this tour, so I guess there's always a first time for everything. コロンビアではバイクは今のところね、バイクは高速道路無料です。コロンビアでバイクで旅をするなら今だけかもしれない。今がチャンスかもしれないね。今度はどんどん山を下っていっています。周りは山だらけ。ちっちゃい店みたいなのがところどころにあるけど、もう田舎なんでしょうね、きっとここも。ただやっぱり景色はもう絶景ですね。どこ見てもむちゃくちゃ綺麗。日本だと山がなんかブロッコリーみたいになってるじゃないですか。木がむちゃくちゃ生えてもう森がグワーみたいな。ただここは芝生がすごい綺麗なんですよね。山がブロッコリーになってなくて山が芝生になってるんで、結構見ててうわ綺麗だなって思いますね。木材の加工とかが有名なんでしょうかね。ここは木材を使った加工所、木工細工っていうの、そういった店が立ち並んでますね。見てください、この檻の雄姿、このかっこよさ。
オリのこのバイクの姿、これをかっこいいなと思った人、どん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 グッドボタン、そしてコメントをどんどん書いてってください。はい、バイクのすり抜けスタートです。おい、対向車怖え。すごいね、あいつやるね。皆さん、今回の僕らのバイクの旅ではぜひ僕らと一緒にこのバイクで旅をしてる感じをぜひ味わってもらいたいと思います。コロンビアは全く日本とは景色が違うし、食べるものも違いますので、当然どんな感じの旅になるのか皆さんぜひ楽しみにしててください。ただバイクで走るだけではありません。当然いろんなところを見て回ります。すごい、もうここでしか、コロンビアでしか見れないものもいっぱいあるんで、それも楽しみにしててくださいよ。おお、賑やかだね、ここは。いろんな店がある。天候がすごい変わりますね。やっぱり山を登ったり降りたりすると、ここはもう晴れてて気持ちいい。このバイクの旅では当然プロテクションもがっちりしてますよ。もう肩にもパッドが入ってるし、膝にも胸にも背中にもパッドが入ってますんでバッチリです。すごいね、コロンビアってこういう建物多いよね。このボロボロの、あ、誰か住んでるんですね。うわー、すっごいところに着きました。うわー、わー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 、超綺麗。やば、これSo amazing, this place. Yeah, this is a place we're gonna be having lunch in a while, and it's a very rural area in the outside of Medellin, and there's a beautiful waterfall. This ここ最高に気持ちいいです。本当に素晴らしい。Colombia is beautiful. One of my favorite things in Colombia. Patacon, Ogao. 白身魚美味しい。何の魚かは分かりませんけど美味しいです。Here we go again. We're gonna ride for about 3 more hours before we reach Sonson, which is the place we're spending the night today. The roads here in Colombia are in pretty good condition, I would say. Once you get off the city, you find these well-paved roads. I'm pretty surprised to see that, because in the city, you know, there's a bunch of holes everywhere. So it's not that fun riding. Today we're gonna be riding a little bit off-road. I personally haven't ridden off-road myself. Kaito neither, I guess. Well, in Japan everything is paved, so this is gonna be our first time, and it's gonna be interesting because it's been raining a little bit this last couple of days, so it's not gonna be easy. It's not gonna be easy, but it's gonna be fun. It's gonna be definitely fun. Yes, I guess this is Bienvenidos a La Ceja. So we have arrived to a town called La Ceja. Not too many people live in here, small houses. Look who's here. Kaito looks so good on this motorbike. Wow, what a beautiful little town. Look at that. Yeah, like all towns in Colombia, this is the main square. There is a church there, and there are like small restaurants, coffee shops. Wow, すごい綺麗ね。La Ceja. Who would have thought? I've never heard of this town.
いやいやいや。This little town has everything you need. There's even basketball courts, soccer fields, lots of supermarkets. I mean, this is more lively than Yamaguchi. Yamaguchi is supposed to be a city and this is a town, but it has way more shops than Yamaguchi. ハプニング発生です。はい。ヘッドライトが取れちゃった。けどこういったトラブルの場合も直してくれる人がいるんです。うわーお、もう見て、またこの景色の美しいこと、すごいよ。These mountains in Colombia are beautiful. There's a bunch of cows down there, horses, so much green around here. It's amazing. Feels really good to travel on a group. It's the first time Kaito and I are traveling on a group. It's usually the two of us touring, so it feels good, yeah. And for once, we don't have to worry about where we're gonna spend the night, what we're gonna do tomorrow, where we're gonna eat, because these guys from Colombia Moto Adventures have everything covered for us. It's amazing. The guides we're with on this tour, Eddie and Brian, are super helpful, super kind. I mean, we couldn't have asked for a better team. We have reached another town. It's called La Union. There's a lot of people like having these rural houses here. Maybe it's a popular destination to come from Medellin and spend the weekend here. I don't know, but the views are amazing. ちょっと待って、急に馬が現れたの。馬をバイクで連れてくってどういうこと？そんなことありますか？初めて見たよ。馬をバイクで連れてくって。うわー、絶景よ。見てこれ。皆さんコロンビアにこのイメージ持ってました？俺は少なくともこんなイメージはなかった。ただすげー綺麗。There's so much of this country that I don't know. I mean, this is all new territory for me. Guess we're waiting on the others here. Ay, yo estoy como llena todavía. Yo estoy llenísima todavía. Gracias, sí. Bueno, vale. We're stopping here for 5 minutes, take a rest. They sell fruit here on the road. Some peaches. Nice. This is like traditional sweet. It looks like panela, like kokuto, maybe. I'm not sure. Pears, apples, mandarins, mangoes, and we got a little friend here. Hey doggy. This is the Colombian combini, guys. We're parked here on the side of the road, and guess what Kaito's doing? He's taking a pee. ちょっとプライベートですよ、ここは。プライベートスペースです。We're back on the road again. Maybe an hour and a half still to get to Sonson. That lady, the owner of that little shop next to the road, was very kind. He lent me her bathroom. I'm pretty lucky because usually when you get out of the city and on this type of roads, you know, there's no bathrooms out here. It's not like in Japan where you would find a convenience store every a couple of kilometers. Here there's nothing, you know. For the guys it's easy, they just have to go on the side of the road.
The sun is finally out, guys. There's barely anyone on this road. Speaking with the guys a while back, he told me tomorrow we have a long day of off-road. Just a little bit of the path will be paved, and then we're gonna have a long day of off-road. That's gonna be my debut. Nice. Well, if you guys know of an off-road terrain, of an off-road place in Japan, please let us know in the comments. Now that we have off-road motorbikes in Japan, I'll definitely like to try that over there. Let's see how it goes here in Colombia, and then I'd love to do it in Japan. Look at that stream. Whoa, this would be impossible with Clapman here. My motorbike would have been dead by now, and my butt and everything would have been dead by now. I'm happy with this motorbike here. It's a good one for Colombia, I guess. You know, guys, in Colombia, riders don't say hi to each other. I miss that. Japan is great in that way. So beautiful. Look at that waterfall. I don't know if you guys can see it, but it's huge and it's coming from the top of that mountain. I just missed the sign, but I think we're finally in Sonson. I think this is it, guys. I'm not sure though, but I think we're arriving. This might be the town of Sonson. It's almost 5 p.m. and the weather is changing pretty fast. It looks like it's going to rain soon. We might be arriving soon though. There's so many of these speed reducers here in Colombia. There's a church here. A bunch of mud. What happened here in this town? Oh my god. Oh yeah, this is it, guys. Look, Sonson. Says right there, Sonson. This is it. Wow, it's pretty nice. This is a nice town. Ooh. Wow, I didn't expect this town to be that crowded. There's a lot of people here, a lot of people. Wow. Oh, this is the main square. This is it, guys. The main square of Sonson. Beautiful. Beautiful. These little Colombian towns are beautiful. This is the hotel we're staying at. 今日泊まるホテルエルテソロ、意味は宝物その名の通りもういろんな宝物が壁中にあります。コンセプトごとにきっと分かれてて、医者ブースみたいな、子供ブース、ミリタリーブース、軍隊ブースみたいなね、面白いね。僕たちの部屋です。やっと着きました。
6時間ぐらい走ったの。もう5時間。 5時間。そう。まあ余裕ね。そう、余裕余裕。部屋も最高です。もうなんかすごいセンスあるね、この部屋も。ここから見える景色も面白いです。なかなかいいコンセプトのホテル、僕は好きです。ここに、キングサイズのベッドがあって、そしてこちらにトイレとシャワー。We're gonna go park these babies. Well, I prefer these small towns over the big cities. Let's lock this baby. I wasn't expecting this town to be this crowded, this too many people. いっぱいいます。まあ週末っていうのもあるね、土曜日だもん So ね。 yeah, I think that's why people from the nearby communities come here on the weekends and maybe have something to eat and drink. 俺が一番信じられないのは、ここが昔ゲリラに実効支配されてたってこと。 It's amazing. Now it's such a peaceful place, you know, people living their lives normally. But maybe 20 years ago it wasn't this way, guys. 街の作り方がすごい面白いです。教会があって、その向かい側に公園があって、それが中心になって、その周りを商店とかホテルが囲んでる。 It's これ the same for every town in Colombia. Every little town is like that. すごい綺麗だと思う。しかも電線が一切ない。だからすごい綺麗だよね。 It's true. 音楽がすごいこの村。 That's typical of every town in Colombia. I don't know why. They're super noisy. The local bus takes people and food up this mountain. A little bit too big for this town. Cheers. Cheers, baby. Cheers. Wow. と肉ね。ビールが進みます。コロンビアでのバイクツーリングでのアドベンチャー1日目終わりです。もう疲れました。さすがにね、やっぱ初日っていうことでだいぶ緊張したっていうのもあるし、ただまだまだこれから続きます。僕らのアドベンチャーをフォローしたい方、どうかチャンネル登録、そしてグッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。チャオバイ。 In the next episode. おお、危ねえ、危ねえ。Our shoes are soaking wet. So yeah, you don't want to miss day 2.